こんにちは、みりんです。初めて声を出すので少し緊張しているのですが、私が10代、20代のうちにやっておいた方が良かったなというケアをまとめたので、もしよかったら最後まで聞いてみてください。1つ目、日焼け対策です。まず太陽光などの紫外線を浴びると、肌内部にあるメラノサイトという組織が活性化します。このメラノサイトはシミを作る工場のようなもので、ここからシミの元となるメラニンという物質が出来上がります。人間は毎日少しずつ新しい皮膚が生成されていくので、それとともにメラノサイトで作られたメラニンが肌表面に浮き上がってきます。このことにより肌表面が黒く日焼けしてしまったり、メラニンの量が多ければシミになってしまいます。なぜ10代、20代のうちから日焼け対策をしなければいけないかというと、若いうちに紫外線を多く浴びるとメラノサイトが活発になってしまうそうです。メラニンが生成されやすい体質になってしまうそうです。今は代謝が良くてメラニンができていなかったとしても、将来的にシミができてしまう可能性があるので、しっかりと日焼け対策をしてほしいです。私自身部活動をやっていて、すごくたくさん紫外線を浴びていました。日焼けもして真っ黒でした。で、ある程度は日焼けしたくないなと思って日焼け止めを塗ってたんですけど、やっぱりたくさん汗をかいたりとかすると塗り直すのがどんどんめんどくさくなってしまって、部活動以外の日常生活で日焼け止めを塗ったりとかはあまりしてきませんでした。今になってシミなのかほくろなのかわからないようなものがいっぱい出てきてしまっているので、しっかりと日焼け対策をしておけばよかったなと後悔しています。ぜひ皆さんはそうならないためにも日焼け対策をしっかりしてほしいなと思います。次に日焼け対策を具体的に何をすればいいのかというものを紹介していきたいと思います。1つ目に保湿です。しっかりと化粧水や乳液などで肌の保湿をするとターンオーバーの乱れを防ぐそうです。2つ目に美白ケアです。特にビタミン A、ビタミン C、ビタミン E が効果的だそうです。ビタミン A は新陳代謝を促す効果があります。ビタミン C にはメラニンの生成を抑える効果があります。ビタミン E には血行を良くする効果があるそうなので、美白ケアをする際にはこのビタミン A、C、E が入っているものを意識的に選ぶといいのかなというふうに思います。次に正しい日焼け止めを選ぶです。そもそも紫外線には2種類あります。 UVA と UVB です。この違いを具体的に説明していきます。 UVB は肌表面の炎症、例えば日焼けすることによって肌表面が赤くなってしまう、これは UVB の仕業です。次に UVA、 これは肌の奥深くまで到達し、じわじわと症状が出てくるそうです。これによってシミができたりシワの原因になります。この UVB に対して防止効果を示すのが SPF になります。この SPF の次に数字が書かれているのですが、この数字が大きければ大きいほど UVB に対する防止効果が大きいそうです。 UVA に対する防止効果を示すのが PA になります。 PA の次に
プラスマークが書いてあるのですが、このプラスが多いほど UVA に対する防止効果が高くなります。 UVA と UVB はそれぞれ月によって紫外線量が変わってきます。なので使う時期に合わせて pH や SPF の値を選ぶのがいいんじゃないかなというふうに思います。また日焼け止めのテクスチャーも乳液タイプやジェルタイプなどたくさん出ているので、使用用途に合わせた適切な日焼け止め選びが大事なんじゃないかなというふうに思います。3つ目、生活習慣を整えるです。ストレスや睡眠不足、喫煙や飲酒などをするとメラノサイトの動きを活発化してしまうそうです。若いうちは体力があってあまりストレスが感じにくかったり睡眠不足にならないのかもしれないんですけれども、意識的にしっかりと寝て規則正しい生活を送ってほしいなと思います。以上が日焼け対策になります。日焼け対策を10代からしておいた方がいい理由としてもう一つあります。それは金額面です。例えば16歳から20歳の間、1000円の日焼け止めを1ヶ月1本5年間続けたとして、年間に6万円日焼け対策に投資しなければいけない金額になります。これを今私がシミやそばかすなどできてしまったところをレーザー除去しようとすると、シミやそばかすの種類、大きさによっても金額は変わってくるとは思うのですが、私が調べたところ約2万円ほどでした。ただこれが1回で取れるとは限らないので、シミの種類によっては3回から10回レーザー除去に通わなければいけないそうです。しかも1回のレーザー除去でダウンタイムも発生するので、何十万の金額にプラスダウンタイムが必要になってくるので、シミができてしまってからそれをなくそうとするとかなり金額の投資が必要になるのかなと思います。年間にすると金額としては大きいのかなって思ってしまうと思うんですけど、長い目で見た時にお買い得な投資になると思うので、ぜひ今のうちから日焼け対策をしてほしいなと思います。2つ目にバストケアです。10代20代のうちからバストケアをした方がいい理由として、バストサイズを決めるのは遺伝的要素が大きいのかなっていう風に思うと思うんですけど、実はバストサイズを決める遺伝的要素は約3割程度だそうです。残りの7割は生活からの要素が大きいそうです。また成長ホルモンは10代後半から20代前半がピークとも言われているそうです。なので10代20代の成長期のうちに適切な生活習慣やケアをすることによってバストアップにつなげたり、綺麗な形のバストを作ることが可能なのかなというふうに思います。次に具体的なバストケアについて説明させていただきます。1つ目に生活習慣を整えるです。1日の中で成長ホルモンの濃度が高まる時間帯はだいたい夜の10時から11時だそうです。それまでにしっかりと寝ることをおすすめします。また成長ホルモンの影響によって10代後半や20代前半は少し体質的に太りやすくなってしまって、ダイエットとされている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、しっかりとバランスの取れた食事をすることは成長ホルモンを分泌させるためにすごく重要な栄養素になってくるそうです。なので過度なダイエット等は控えるようにしてバランスのいい食事を心がけましょう。次に自分のサイズに合ったブラを着用するです。
そもそも胸を支える組織はクーパー靭帯と言います。このクーパー靭帯は一度伸びてしまうと二度と元に戻ることはありません。このクーパー靭帯が伸びてしまうと胸に張りがなくなってしまったり、バストの位置が下がってしまいます。運動なので大きく揺れてしまうことを防ぐために、しっかりと自分の胸のサイズに合ったブラジャーをつけたり、ナイトブラで重力から胸を守ってあげることが必要なのかなと思います。以上、10代、10代にやっておいた方がいいケアをご紹介させていただきました。いかがでしたか？日焼け対策とバストケア、将来に後悔が起こらないように少しずつ取り入れてみてください。初めてこのような動画を出させていただくので不慣れな点があって聞き取りにくかったり分かりにくい場所もあったかもしれません。ごめんなさい。何かあればコメントで教えてください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。